こんにちは、笠尾です。絵本の絵の読み聞かせ始めていきたいと思います。今回絵本の絵読み聞かせをしていくのはこちらです。ギビングトゥリーですね。シェル・シルバースタインの、ギビングトゥリーという、絵本ですね。この絵本の絵の読み聞かせをしていきたいと思います。ギビングトゥリー、与える木ってことですよね。でこれ見て表紙ですから表紙見ていただきますとこの木が生えていていろんなものを与えてくれると。こう少年がね落ちてくるの待ってますね。でこれ手に見えますよね。でこんなの曲がってて、腰をかがめて木の実を渡しているっていう図ですね。この木は擬人化されているというわけなんですよ。でこの擬人化されている木によって少年との関係性を分かりやすくしているという絵本ですね。でじゃあシルバースタインっていうのはどういう人かっていうとこういう顔の人なんですね。怖いですね。こういう顔の人こういう顔の人なわけですよ。まずですね少年ちっちゃいですね。ちっちゃな少年こう見て分かりますようにちっちゃい子供なんですよ。子供なので、まず葉っぱで遊ぶんですね。木だから。でこう葉っぱを木の方は葉っぱを揺らして葉っぱを落としてあげて子供はその木の葉っぱを集めて冠にして私帽子ですけど冠にしてかぶったりして遊ぶということをするんですね。で今度木がちょっとこんな感じになってましてそれに登ると。子供だから木登り好きですよね。で木に登りやすいようにしてあげるわけですよ木の方をね。それでもう落ちないように葉っぱなんかでこんな感じで守ってあげながら子供は上がっていくと。でブランコみたいに枝でこんなになって遊んだりとか、すると。でそういうのも遊ばせてあげているという感じなわけですね。で子供なんでリンゴがなる、これどうもリンゴの木らしいんですね。でリンゴを食べてリンゴじゃないかもしれないけど要するに木の実食べて芯だけ逃してポンポンと捨ててるというそんな感じでそうすると木と仲良く普通に木と仲良くしているような状態ですよね。で子供と木が一緒に楽しく遊んでいくということで、だんだん子供も大きくなっていくというわけですよ。でここでですね大きくなった木に、今度は子供も大きくなっていくわけですね。で子供が大きくなりまして、彼女ができちゃうんですよね。で子供と木は非常に仲良しだった。もう子供もですねもういろんな遊んでくれるし、リンゴをくれるしもう大好きなわけですね。だったのに大きくなってきたら彼女ができてしまってですね、これどうなんだろうってもう木捨てられちゃうんじゃないかって心配するわけですけどもそこで2人がですね木の下で恋人同士で、木陰で昼寝してたりとか愛を語らってたりとかするわけですね。でそうすると木の方は枝広げて、影作ってあげてで2人が気持ちよくしてあげると。自分を頼ってくれるって、彼女も一緒になって頼ってくれるとこれは悪くないよねという感じになるわけですね。でそこでですねしばらくすると今度はこれ大人になりまして大人になると何が欲しいか金が欲しいってことになるわけですね。木に相談するわけで金欲しいんだよね。じゃあ俺のリンゴを売れというわけです。するともう結構でかくなってますからもうバンバンリンゴを取ってですね下に落としてもそれ売りに行って金にすると。もうそんなことで生計立てるわけですよ。この少年っていうかもう青年なんですね。青年になった少年がですねそういうことをすると。でそれを町に売りに行って金を貯めて生活していくんですが彼女もいたことですし家欲しいよねと。でまた木に相談するんですね。家欲しいんだよねって。で家相談するんですけどもそこでですねじゃあ俺の枝を使えば俺の枝太いからさ柱とか使えるよっていうわけですよ。でそういうのもですねもうバーンと自分から出してあげると。じゃあ分かったそれもらうわっつってもらって家建てちゃうんですね。もう幹しか残ってないわけですよ木の方は。さすがに一本の木ですからね枝はみんな使われちゃったらもうないわけじゃないですか。でそこで木の方はもう困ったなあと何もできないぞっていうことになるわけですね。でも少年の方もおじさんになった少年の方も自分も家できましたからそこで彼女と一緒に楽しく暮らしてるわけじゃないですか。で木の方はもうなんだかもう来てくれないな寂しいなってなるわけですよ。
でところがですね、もう結構おじいさんになっちゃいまして、おじいさんになってやってきて、俺ももうねこんな年で、もうそろそろ知らないところも見て、もういつ死んじゃうか分かんないから、世界見てこようと思うんだよ、どうしたらいいかなって。そういうことか、じゃあな、俺の幹を切って、船にしろというわけですね。でもそうするともう切り株しか残んないですよね。切り株しか残んないんだけど、それでも与えていこうということで、幹をですね、このじいさん、もうじいさんになってるんですけど、切って、船にして、それでもう世界を旅しに行くわけですよ。でもう旅しに行っても何年経ったか分かんないですね。何年も経ってですね、帰ってくると、もう切り株でしかないわけですからね。でじいさんはですね、もう俺も何もなくなった、もうあとは死ぬだけだっていう状態になりまして、でよっこらしょと、切り株に座ると。そうすると切り株は戻ってきてくれたのねって言って幸せでしたという話なんですね。しかしですね、これですよ。これって人間は木に対して当たり前にしてることですよね。ではなんでここでなんとなくしみじみとしちゃうのか。これはこの絵本の中で木が擬人化されてるからですね。擬人化されているから、もし相手が人間だとしたら、こんな何でもかんでも収奪してですね、相手から全て奪ってですよ。でそれでもうその人のところに戻っていったら、もう普通だったらこの野郎ってなるじゃないですか。ね。でそういうふうにして感じるんだけども、でも木はそこでも文句を言わずに、ちゃんと切り株を提供して、ここにお座りみたいに言ってくれると。だから人間だと思って木を考えると、ものすごいことを木はしてくれてますよねというお話なわけですよ。ですからこの本っていうのは、これちょっと人間っぽいですよね。手に見えて、擬人化しているから成り立つ。つまりこれ絵がなかったら全然ですね、普通に人間がやってることですよね。木からいろんなものを勝手にもらってって、もう最後は踏みにじって、でもここでは切り株だけ残ってますけども、最後切り株もなくなってですね、もう更地になって、そこに家建てちゃったりなんかして、もうひどいことするわけですよ。しかし木が擬人化されていると思うと、なんか悪いことしてるなって気になりますよね。ここが大事なところなんですね。絵になっているっていうことは、人間に余計な感情を与え、その感情によって人間はいろんなことを感じるようになってしまうというわけですね。ですので絵本というのは絵を読まないと分かんないよというお話なわけです。いかがだったでしょうか。面白いと思っていただけるようでしたらですね、これからも、こういうふうに絵本の絵を読むと、普通に字を読むのとは違うことが見えてくるということでして、そんなことをやっていきたいと思っております。シルバースタインさんもですね、いい仕事してるねと言ってくれてますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。では。